はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。今回はフレンチローズのビアンブニュ、この高さ2メーターのオベリスクへの誘引をやります。四季咲き半つる性ってカラーラベルの方に書いてあるんですけれども、ほぼ完全なつるバラですね。この株ももう丸3年植えてから丸3年経って、毎年こんな感じの樹形になっています。シュート、太いシュートがいっぱい出る品種で、シュートの先にも花をつけてますね。おおむね1メーターから1メーター50ぐらいシュートが伸びて、長いのは2メーター伸びてますね。秋剪定を9月の頭ぐらいにしてまして、シュート分かるかな、こことか、こことかで太い枝ズドーンと上がってるのを切ってるんですね。で切って、そこから出たちょっと細いのが2本ですね。2本から3本出て、先っちょで咲いたり咲かなかったりっていう状態です。四季咲きのその木立性ではないですね。変わり咲き性の強い大輪系のつるバラっていう感じでしょうか。その9月の秋剪定の時にだいぶ古枝を取ってるんで、取って、シュート処理をしながら、枝をさらに伸ばすような形で、枝数も増やすような形で、剪定はしてるんですけれども、冬になってこの状態ですね。とりあえず、全部紐外して枝フリーにしていきます。このオベリスクは一番下の輪っかの直径が45センチ、高さは2メーター、上の方が20センチぐらいにすぼまってて、タワー型のオベリスクですね。はい、全部のいわゆる紐を切って、できるだけ中にオベリスクの中に出てる枝も、引っ張り出して、中に枝伸びてると誘引できませんのでね、こういう上の方に伸びてるやつはもう切って引っ張り出します。出せるかな。これはちょっと硬くて出せそうにない感じはしますが、こっちの枝は出せそうですね。ちょっと無理ですね。できるだけ内側で誘引するしか方法がなさそうですね。これで枝が一応フリーになりました。ここからは、誘引する枝を決めて、古枝はちょんちょん切り、長く伸びてる花枝は祝えるという感じですね。こういう去年の、1番花の枝は芽を確認して1芽から2芽残して、こんな感じでちょんちょん切りしておきます。ここからは花枝が上がってきますんで、これはシュートですね。新しいシュート、去年のシュートはここで切ってピンチして枝分かれさせてますんで、あんまりめちゃめちゃ太くて長い枝になってないんで、下の方で誘引して下の方で咲かせることが可能になると思います。こういうもう咲く枝が全然ない、3年ぐらい経った枝ですね。これはもう下から取ります。
これもそうですね。向こうへ誘引してありますが、この辺の枝が代替わりしますので、これも取れますね。しっかり伸びているこの枝、先っちょの方に結構新しい、これよりも新しい咲きそうな枝があるんで、これは取るようにします。全体的に見るとこの枝ですね。こいつは一番古い枝でずっと来て、ここにもあるんですが、途中からもういいのが全然出てないんで、この太いのは1本落とすことにしますね。足元をちょっと映しますね。古い枝がですね、こう見るとずーっと引くとこの枝ですね。これがシュートなんですね。これがシュートです。で、こっちが古い枝で、ずーっと上まで見るとシュートがないんですね。全然途中からもいい枝があんまり出てないです。ですからこの枝はちょっと代替わりで落とす候補の枝になりますね。それからもっと古いのが、こうやって見るとこの枝ですね。この枝が、ずっと見るとここから新しいのが、これが少し、この枝ですね。この枝が出てますんで、とりあえずこれは、先っちょの方に去年の一番花の枝がありますので、これは残すということで、ここが出てるところ、ここまで落としますね。あとはもうあんまりいい枝が出てないという形です。ですんでここで切ります。切りました。これですね。この枝も切りましょう。ここですね。はい、こんな感じであまりいい枝が出てない古い枝ですね。この2本を切って、かなりすっきりしましたね。でまだね、ここに、わかるかな、この枝からするとこれがすごく古い枝なんですけれども、ずっと上見ていくと途中からシュートが出てるんですね。こっちの枝です。これが
の古い枝から出てるシュートでずっと上の方突き抜けてますなもんで、これは切れないですね。あと、先っちょの方でいくとこの枝ですね。この枝が影になって見にくいかな。ずっとあまりいい枝がもう咲きそうな枝が少ないんですね。で他に、上まで上がってるもっと新しい枝がいくらかありますので、これも取りましょう。この枝ですね。でこっからこの枝もちょっと貧弱なんですね。なもんで、一斉に取ってしまいます。ここまで落とすようにします。こっち側はいいシュートがそこから出てるんですね。ですので、見えるかな。ここで切ります。はい、こんな感じですね。取れました。はい、古枝を3本外したんでだいぶすっきりしました。再びちょんちょん切りとシュートで葉っぱ残ってるところは、先の方は落として誘引する枝の葉っぱは取ってしまうということをやります。これはね、ここから新しい枝、一番下の枝ですね。でそれを超過切りしたところから、咲いてない枝が出てますね。これはちょっと祝えることが可能かなと思いますので、少し残しておきます。これもちょっと伸びた枝ですね。葉っぱ取って残しておきます。これは細いんで2目残して切ります。内側に出た枝ね、これも1目2目残して切ります。この枝はふにゃふにゃで下から出てますね。これはもう戦力外通告。よいしょ、下からいきます。さっき外した枝まだちょっと太いの下の方が残ってた。よいしょ。その手前の方は結構シュートがあるんですけど、逆光で見にくいかもしれないですが、足元から出てる枝で、これがそんなにね、この枝が全然充実してない感じで、葉の枝も上がってなかったようですので、もう元から落とします。ちょっと髄がもう茶色くなってますね。もともと紙切りにしがまれたような感じがしますね。紙切りの成虫が枝をしがんで、だいぶ皮がむけた状態になって水が上がりにくくなって充実しなかった枝かなと思いますね。これはまあちょっと枝が
花上がりそう。2つ枝あるんで置いときましょう。こいつ、これも、ちょっと置いときましょうかね。はい、だいたい枝整理ができましたね。こういう特に大輪系のつるバラの場合、硬くて太い枝が長く伸びるのが多いんですけれども、オベリスクに仕立てる場合はぐるぐるなかなか巻けないぐらい太い枝が多いんで、無理に巻いても結局枝の上の方しか花が上がってこないというのが普通なので、早くに夏の間にシュート出たらピンチしてこうやって枝分かれをさせて枝数をこうやってたくさん増やす。それでその枝を抱きつけるように誘引して下から上まで咲かせるというテクニックですね。では、祝えていきます。まずは下の方からよいしょ。この枝抜けるかな。一番てっぺんまでね上がってるんですよ。これがシュートで一回ここでピンチしたんだけど、細枝が1本だけ出て上まで上がってるという。折れた。残念ながら折れました。ミラリンやな。無理したら折れました。よいしょ。太いシュートでここで切ってるんで、また太い花枝が長く伸びてこの辺で咲きますね。これをここに誘引するとこの辺で咲くと思います。これはあちら辺に、この枝がこれもこっち側ですね。これ立てましょうか。ここ立ててこっち下に入れましょうか。よいしょ。ここは一発目で20で結んで、で切っても良さそうなんですけど、とりあえず残して、下はここで位置決めしたんで、次、上と下と両方やってた方がいいんで、今度上を決めます。意外と下からずんとやっていくと枝が上で足りなくなるっていうこともありえますので、ちょっと脚立に
登ったり降りたりで効率悪いんですけれども、致し方ありません。ちょっと上を先に祝いましょう。これも抜けないんで、そのまま折っ立てた状態で、ここで切れば抜けるんですけどね、切りましょうか。切って先っちょでここためでまっすぐ立てておいて、ここで祝っておきましょうか。こっちからこれが来ますからね。このオベリスクの一番てっぺんまで祝えてしまうと、こっから上の方へ伸びてもう見えないところで咲くということになるんで、もうあんまり上まで枝を持っていきません。はい、これでてっぺんがだいたい決まりましたね。この枝も下は全然枝がないのでこうなるんですよね。上ばっかりいい枝が出るっていう蝶が優勢と言いますが、なもんでこれもここで決めてしまいましょう。でこれはここで止めましょうかね。ちょっとブラブラするんで、よいしょ。で止めます。この枝も太いシュートなんですよね。ちょっとまだ完全にカチッと固定できてないねんけど、しょうがないですね。こっからちょっと引っ張っとこうか。固定するだけの意味でこうしておこうか。よいしょ。でこのシュートからはこれだけですけども、長いのがバッと出てこの辺で咲きますね。こことここと。はい、こんな感じで、とりあえず一番下と一番上が完了です。こっちね。こっちね。このこちらに引いてますね。引っ張って引っ張って、12して引っ張っと。よいしょ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 。この前にすると、いうのができますね。しかし、いつもながら、だけか、しまいにしよう。
れでほぼ終わりですね。硬くて太い枝が出る、大輪系の品種のつるバラですね。誘引の場合、オビリスクへの誘引はもうぐるぐる巻きつけるっていうことができませんので、できるだけ夏の間に枝数を増やして、でそれを、オベリスクに抱きつけるような感じで誘引をするという形になります。枝数がたくさんあればあるほど花の数も増えますので、以上ビアンブニュの2メーターのオベリスク誘引でした。